皆さんこんにちは。数学のセカンドオピニオンです。今回の動画は前回に引き続き絶対値の話です。基本的な絶対値方程式、不等式がグラフとどんな関係にあるのかをまず学び、それを使ってより高度な応用問題について考えていきましょう。まず絶対値というのは中身が0以上であれば中身をそのまま取り出す。中身がマイナスであればそのマイナスである中身にもう一度マイナスをかけてプラスにして取り出すということでした。ですので y=x のグラフが原点を通る右上がりの直線であるのに対して y= 絶対値 x のグラフというのは左側の直線の x 軸よりも下側にある部分を折り返したグラフ V 字型のグラフになります。マイナスの部分は強制的に折り返してプラスにしてしまえというイメージでしょうか。ではこのグラフの考え方を使って前回勉強した基本的な絶対値方程式不等式について考えてみましょう。まずは一番左の絶対値 x=c という方程式について考えてみます。両辺にそれぞれ y= を付け加えてみましょう。この方程式は図形的に捉えると y= 絶対値 x のグラフ、先ほどの V 字型のグラフです。と y=c、x 軸に平行な水平線になります。この2つのグラフがイコール、等しくなる、交わるのはどこでしょうかと、こんなふうに考えることができます。そうすると、この V 字型のグラフと水平線の交点はx=c とx=-c、この2箇所ということになります。この交点の x 座標が方程式の解 x=+−c となるというふうに考えてください。次は真ん中の不等式を考えてみましょう。絶対値 x 小なり c となってます。これは y= 絶対値 x、V 字のグラフが y=c、水平線よりも下に来る範囲はどこでしょうと聞かれていると考えます。そうすると下の図を見てください。水平線と V 字グラフが同じ高さになるのがプラス c とマイナス c の地点で、そのマイナス c からプラス c までの間というのは V 字グラフの方が横線、水平線よりも下に来ています。というわけで、この不等式を満たすような x の値というのはマイナス c からプラス c の間にありますよと考えてください。答えがマイナス c 小なり x 小なり c となります。最後に右側の不等式です。今度は逆に絶対値 x、V 字のグラフが c、水平線よりも上に来る範囲はどこなのかを考えてやればよいということになります。今度は逆にマイナス c よりも小さな値を取っていれば V 字のグラフの方が水平線よりも上側に来ます。x はいくら小さくなっても構いません。同様に c よりも大きければどんなに大きくても V 字のグラフは水平線よりも上側に来ます。というわけでこの不等式の解は x 小なりマイナス c または c 小なり x となります。ここまでよろしいでしょうか。前回の動画で紹介した絶対値方程式不等式の問題も同様にグラフで解いていくことができます。では今日の応用問題考えてみましょう。絶対値 x-3 イコール 4x です。この問題、前回とは違って右辺に x を含んでいます。こうなると難易度が格段にアップします。まず絶対値 x-3 を2つに場合分けします。中身 x-3 が0以上の時、すなわち
x 大なりイコール3の時は中身をそのまま取り出せばよいので x-3 となります。また絶対値の中身 x-3 小なり0の時、すなわち x 小なり3の時には中身 x-3 にもう一度マイナスをつけてマイナス x プラス3として取り出してください。x が3より小さい時、例えば x が2の場合を考えてみてください。絶対値記号の中身は 2-3 となりマイナス1となります。絶対値のマイナス1はプラスの1になりますよね。こうやって絶対値の中身がマイナスになってしまうときには、もう一度機械的にマイナスをかけることによりプラスの値を生み出そうという処理がマイナス a だと思ってください。ではまず x 大なりイコール3の場合について考えましょう。この時には絶対値記号はそのまま外せるので x-3 イコール 4x という方程式を解けばよいことになります。この方程式を解いていくと最終的に x イコールマイナス1という解が出てきます。ただしこれは前提条件 x が3以上の時という条件を満たさないので不適な解ということになります。次に x 小なり3の場合について考えましょう。この時には左辺はマイナス x プラス3と変形できるのでマイナス x プラス3イコール 4x という方程式を解けばよいことになります。これを解くと x イコール5分の3という解が出てきます。5分の3は 0.6 のことですから3より小さくないといけないという条件を満たしています。これらにより元の絶対値 x-3 イコール 4x を満たす解というのは x イコール5分の3ということになります。皆さんどうでしょうか。これらの式だけを眺めていると何をやっているのかよくわからないという人も多いと思います。ではこれそれぞれグラフにおいてどんなことをやっているのかを見てみましょう。まずは絶対値 x-3 のグラフについて考えましょう。これは絶対値の中身 x-3 が0になるとき、すなわち x イコール3のところを中心にして下側に来る部分を折り返した形のグラフになります。もともとは点線を含んだ右上がりの直線を考えてください。それが y イコール x-3 です。一方、折り返された部分というのはこの x-3 という値にマイナスをつけてプラスにしているのでマイナス括弧 x-3 すなわち y イコールマイナス x プラス3のグラフということになります。y イコール 4x というのは原点を通り傾きが4の直線になります。この V 字グラフと y イコール 4x の交点は x イコール5分の3、1箇所だけ。そしてそれは右下がりの直線 y イコールマイナス x プラス3と y イコール 4x の交点になっていますよと。そしてさっき出てきた不適な解というのは何なのかというと、消えてしまった点線部分と y イコール 4x の交点で、実際にはこのような点が存在しないことを表しています。では今日のラスト問題です。頑張りましょう。難易度は高めです。絶対値 x-3 小なりイコール 4x この不等式を解けという問題です。左辺右辺は変わらず等号だった部分イコールだった部分が小なりイコールになっているという問題です。ではまず絶対値 x-3 これを場合分けしましょう。先ほどと同様です。まずは x 大なりイコール3の時です。x 小なり3小なりイコール 4x を解いてやると x 大なりイコール1という不等式の解が出てきます。そしてこの x 大なりイコール1と前提条件の x 大なりイコール3、
これを連立方程式と考えて共通部分を求めてください。そうすると x 大なりイコール3という解が出てきます。次に x が3より小さい場合を考えてやりましょう。この時には左辺はマイナス x プラス3と変形されるので、マイナス x プラス3小なりイコール 4x を解けばいいということになります。解は先ほどと同様 x 大なりイコール5分の3となります。なお、先ほども出てきましたけれども、不等式というのは両辺にマイナスの数を掛け割りすると不等号の向きが逆になるんでした。そこを間違えないように注意しましょう。最後にこの 1,2 の場合を合体して考えます。まず x 小なり3の時、真ん中のところを見てください。3分の5以上3未満の x は問題文の不等式を満たすということになります。それから左側を見てください。x が3以上であればこの不等式も満たすということになります。ということは x が5分の3以上の値であるならば3を挟んでずっとこの後は元の不等式が満たされるということになります。最終的な解が x 大なりイコール5分の3となります。というわけで代数的に解こうとするとかなり高い難易度の問題になりますが、グラフで見てください。z 対1の x-3、v 字のグラフですね。これが y イコール 4x の直線よりも小なりイコール下側に来るような x の範囲はどこでしょう。これを聞かれているんだと考えてください。そうすると先ほどの方程式の解が x イコール5分の3でした。で、その右側であればこの後ずっと y イコール 4x よりも v 字のグラフの方が下を通り続けますよということになるので x 大なりイコール5分の3というわけで、グラフを用いると非常に解きやすくなるわけなんですが、問題はテストの時です。日本の高校生の皆さんが初めてこれらの方程式不等式に触れるのは関数の前、グラフが出てくる前なんですよね。なのでテストで求められている解というのは代数的な解だと思ってください。グラフの話はあくまでも補助的に確かめ算、検算としてチェックの時に使ってください。では今日の動画は以上となります。このような教え方が皆さんの学び方と波長が合うということであれば、チャンネル登録の上、次の動画をお待ちください。最後までご視聴ありがとうございました。